なりたいチャンネルです。姉妹チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者第4章大精霊編第119話魔王の証明第120話神の授業朗読を始めます。魔王学院の不適合者第119話魔王の証明。エールとメイドの言葉に教室のざわめきは最高潮に達した。バカじゃないのか、ふざけるな、皇族批判もいいところだ。そんな声に混ざり来ちゃったアノス様の時代、アノス様の伝説の幕が上がるという声まであり、教室はまさに混沌としていた。ダンと机を叩く音が聞こえ、一人の男子生徒が立ち上がった。皇族派のものだろう。ちょっと待ってください。いくら先生だからって今のは聞き捨てなりませんよ。暴虐の魔王がアノスだって言うんですか？あいつは魔王学院で唯一の不適合者ですよ。魔王の適性検査は暴虐の魔王かどうかを判定するためのものだというのは先生もご存知のはずでしょう？理路整然と皇族派の生徒は言った。まったくだよな。先生は統一派かもしれないけどよ。間違った知識を生徒に教えるのはやめてくれよな。そうそう。こういうの職権乱用って言うんじゃねえの？だいたい白服の先生なんて聞いたことがねえよ。2000年前の魔族だかなんだか知らないけど、時代に取り残された老害はお呼びじゃないっつう話だよな。口々に皇族派の生徒から批判の声が上がる。メノウが何かを言おうとするも、エールドメイドはそれを手で制した。猛邁なことだ。吐き捨てるように彼は言う。間違っていたのはこれまでの魔族の歴史と魔王学院の教えの方だよ。そして、それは暴虐の魔王を守るために、2000年前の魔族があえて偽りを後世に残したのだ。皇族派の生徒たちは、当然のことながら疑問の表情を浮かべている。先のディルヘイドとアゼシオンの戦争は、猛邁な君たちとて、まだ記憶に新しいだろう。アゼシオンは暴虐の魔王が生まれ変わる2000年後に、彼を滅ぼす計画を立てていた。そこで、魔族はアゼシオンに偽物の暴虐の魔王を撃たせようと考えたわけだ。このあたりは少々複雑だが、結論だけ言おう。事実を突きつけるように、エールドメイドは強く言葉を発した。その偽物の魔王こそ、君たちが今日まで信じ込んできたアボス、ディルエビアだ。ありえないといった表情をする者、怒りをあらわにする者、鼻で笑い飛ばす者と、皇族派の生徒の反応は様々だったが、皆一様に信じていないということだけは共通していた。本物の魔王、アノス、ボルディゴードに不適合者の烙印をつけたのは、万が一にも彼が暴虐の魔王だと気がつかれないためだ。試みはうまくいき、君たち皇族派のおかげで、人間に悟られることなくことは済んだ。アゼシオン側の首謀者は先の戦いで滅び、すべてが終わった以上、もう本物の魔王を隠す必要はない。エールドメイドは魔法陣を展開する。翼目を開き、現実を見るがいい。あの不適合者の烙印こそが、彼が暴虐の魔王にたならないという証明だ。使われた魔法は、ゼクト。今、エールドメイドが口にしたことが、嘘偽りはないと同意すると書いてある。契約を破った代償は、命だ。この時代の名だたる何人もの魔族がそれに調印してあるが、特に注目すべきは一番上の7人だろう。おい、待てよ。ゼクトの調印。メルヘイス様と、アイビス様と、イドル様。ヒチマコウロウ、全員が調印してるじゃねえか。嘘だろ。じゃ、ヒチマコウロウがアノスを暴虐の魔王だって認めたってことか。ありえないだろ。だって、あいつは白服の不適合者で、俺たちとは尊さが違うはず。エールドメイドが再び俺に視線を向けた。アノス、ボルディゴード。彼は教団の前を開けた。ここへ。何をするつもりだ？俺は立ち上がり、教団の前へ歩いて行った。消えろ。エールドメイドが言葉を発すると、教室の椅子と机がすべて消滅した。着席していた生徒たちは転びそうになりながらも、なんとか体勢を立て直した。私は魔王の配下ではないが、君たちの態度は少々目に余る。いかに平和な時代とて、示しをつけておく必要があるだろう。即座に反応したのは、ファンユニオンの少女たちだ。彼女は皆、
その場にひざまずく。続いて、サーシャ、ミーシャ、レイ、ミサが同じようにひざまずいた。何をしている？呆然と立ち尽くし、状況が飲み込めていない生徒たちに、エールドメイドが言い放つ。魔王の御前だ。頭が高い。その言葉に、メノウが反応し、俺の前にひざまずく。視線を向ければ、彼女は小声で言った。メルヘイス様にすべて聞いたわ。メノウがひざまずいたことで、他の生徒たちもそれに倣った。教室の中でまだ立っているのは皇族派の生徒だけだ。昨日まで信じてきた現実が、突如ひっくり返されたのだ。そうそう受け入れることはできまい。なぜひざまずかない？それは暴虐の魔王に対する反逆の意志か？エールドメイドが先ほど、意見してきた生徒に尋ねる。いえ、しかし、これまで教えられた話では、猛邁な男よ。それはとうに嘘だと言った。しかし、嘘だと急に言われても、すぐに信じることは、君の意志などどうでもいい。エールドメイドが生徒の言葉を一周する。すべては作られた幻想だ。皇族が尊いわけではない。君たちの特権などどこにもない。魔王は平等になされとの仰せだ。生徒はぐっと歯を食いしばる。もうとっくに幕は下りた。皇族という役も、皇族派という虚構の組織も、これからのディルヘイドには必要ない。舞台が終わった後も、まだ役になりきっていては、滑稽なことこの上ないぞ。悔しそうに生徒たちはうつむく。だが、突きつけられた、ゼクト、とその調印。七魔コウロウによる証明を目の当たりにしては、いかに反論することもできない。皇族派の活動はこれまで、七魔コウロウによって支えられてきたのだから。彼らは屈辱に染まった表情で、手足を震わせながらも、ゆっくりとその場にひざまずいた。お言葉を。そうだな。俺は軽く指をさし、教室に生徒の数だけの魔法陣を描いた。そこに先ほど消えた、椅子と机が現れる。まあ、座れ。俺の言葉に、生徒たちは戸惑ったような反応を見せる。ディルヘイドは平和だ。暴虐の魔王など、もはや必要もあるまい。認めたいものは認めよ。認めぬなら、それでも構わぬ。皆、好きに生きるがいい。この時代はそれができる。己の信念のみを主とせよ。はい、アノス様。生徒たちが声を上げる。中心になったのはファンユニオンたちだが、それよりも声は多い。憂いのない顔をしているのは白服の生徒たち。反対に皇族派は苦渋に満ちた表情を浮かべていた。まあ、仕方のないことだろう。カノンがディルヘイドへ伝えたのは、皇族に暴虐の魔王が転生するという話のみ。そこから血統主義へ走り、皇族派などというありもしない特権を振りかざしてきたのは、彼ら自身の問題だ。七魔コウロウの何人かが皇族派だったのも、彼らがやりすぎないように最低限の歯止めをかけるためだった。その屈辱も、王能も、すべては自分の醜い感情が生み出したものだ。これから先、魔族の歴史が正しく修正されるごとに苦しむことにもなるだろうが、それも自業自得というものだ。ならば、自ら乗り越えるしかあるまい。これから、歴史が正されるにつれ、おのおの気がついていくだろう。俺の言葉であえて言うこともないが、一つだけ訂正しておく。彼らに伝わるかはわからぬ。だが、これだけは言っておかなければなるまい。俺の血は決して尊くはない。普通の魔族と何も変わらぬ。力に尊さなどないのだ。あるとすれば、それは己の心に宿るものだ。お前たちの思いが、その信念が、力の尊さを決める。ならば、心を磨け。悩み、迷い、葛藤せよ。あぐらをかきながら手に入るほど、尊さというものは安くはないぞ。はい、アノス様。生徒たちが返事をする。皇族派は屈辱に染まったような表情で、ただ床を見つめるしかできないでいた。信じていたものが、偽りだったなど、さして珍しい話ではない。今回のことも規模こそでかいが、それと同じだ。己の信念を、己の価値を、他の者に委ねるな。でなければ、いともたやすく覆される。皇族でも、根血でもなく、ただ一人の魔族として生きよ。はい、アノス様。さっきも言ったが、もう座れ。俺も今はただの生徒だ。そう口にすると、
生徒たちは顔を上げる。レイやミーシャ、サーシャが着席すると、他の者も安心したかのように席に着いた。はい。じゃ、気を取り直して、これからの授業はエールとメイド先生が行うことになるわ。もし、何か昔の授業のことで相談があったら、3回生の教室に来てね。あとは、メノウが俺を見る。アノス様？これまで通りにしておけ。もともと、俺の配下にも敬語は強制していない。じゃ、その、アノス君は、まだ授業を受けるの？俺はエールドメイドに視線を向ける。何を考えているかわからぬ表情で、ぼんやりと虚空を見ている。さしてやることもない。しばらくはここで平和を満喫するとしよう。わかったわ。返事をした後メノウは生徒たちに言った。みんなもいろいろあって大変だと思うけど、頑張ってね。先生でよかったらいつでも相談に乗るから。あ、それと暴虐の魔王のことは近いうちにディルヘイドで発表があると思うから、それまでは一応内緒ね。それじゃ。メノウは教室を出て行った。では、授業を始めるとしよう。暴虐の魔王、席へ戻るといい。オキシオーシシオーエールとメイド。奴に問う。なぜ、魔王学院に来た？ただの気まぐれだよ。なるほど。よくわかった。俺はゆるりと足を踏み出し、エールドメイドの横を通り過ぎる。その途中で、言った。下手な変装だな、ノースガリア。奴は表情を崩さず、俺を見ている。魔族の器を乗っ取って、神がここに何の用だ？奴は言った。席に着くといい。暴虐の魔王。私が直々に教鞭を取ってあげよう。第120話、神の授業。ノースガリアの全身に魔眼を向ける。その魔力に不審な動きはない。少なくとも、今この場で何かを仕掛けてくるつもりはなさそうだ。2000年が経ち、神の世界も少しは変わったか？神の世界は常に秩序に満ちている。今も、そして2000年前も。何の気負いもなく、ノースガリアは言った。敵意は感じられないが、油断はできぬ。何の意図もなしにエールドメイドの体を乗っ取り、このクラスの担任になりはしないだろう。下手な真似はするな。釘を刺し、俺は席に戻った。何をしに来たかわからぬ以上、目を離すわけにはいくまい。さあ、それでは授業を始めよう。大行に、ノースガリアは言う。そして、大きく両手を広げた。世界には秩序が存在する。厳かな声が教室中に響き渡る。この世界が、この世界であるがゆえの断りだ。鳥がなぜ鳥で、魔族がなぜ魔族なのか。天からは恵みの雨が降り、大地を潤し、そして樹木を育てる。魔法陣を描き、魔法術式に魔力を込めれば、明かりが灯る。それらが自然律、魔法律と呼ばれるものであり、この世をこの世たらしめている秩序である。自信に満ちた声で、朗々と奴は語る。そして、その秩序を維持している存在、その秩序が具象化した存在こそが、上位秩序である神族、つまりは神だ。生徒たちは皆ポカンとした表情で奴の話に耳を傾けている。2000年前の大戦で、暴虐の魔王は神とも戦った。アノス、ボルディゴードは、秩序を覆すことのできる神の奇跡を欲したのだ。世界はすさんでいた。魔族は死に、人間は死に、精霊たちは消えていった。荒廃していく世界に歯止めをかけるには、世界の秩序を変えるだけの力が必要だった。魔王はその奇跡を求め、そして奪った。ふむ、懐かしい話だな。それこそがこの城、魔王城デルゾゲードだ。神話の時代、遥か天空にある神々の国にて、世界を破壊の秩序で照らしていた破壊神アベルニューを、魔王はこの地に落としたのだ。神の命を魔王は上書きし、世界から一つの秩序が失われた。神話の時代、破壊神アベルニューはあらゆる死と破壊の元凶となった。だからこそ、俺は真っ先にそれを打倒した。万物は一切が滅びへ向かう。それが破壊神の有する秩序だったが、魔王がこれを奪ったため、世界の滅びに歯止めがかかった。死ぬはずのものが死なず、滅びるはずのものが滅びず、世界の理が乱れた。他の神がそれを補ったが、完全には元に戻らなかった。その結果が、2000年後の今だ。インガルやアグロネムと
の魔法が高確率で成立するのも、破壊神アベルニューがデルゾゲードとなったためだ。破壊神の絶大な干渉力をこの世に漏らさぬため、それを俺の魔法と変えた。なお、リメツケンベヌズ・ドノア、という、破壊の秩序を奪ったことで、魔族も人間も死ににくくなった。秩序が定めた死と生のバランスが、ほんの小子性に傾き、それ以前よりも、この世に希望が生まれた。ノースガリアは続けて言う。秩序の定めよりも、魔族は増え続け、人間はそれよりもさらに多く増えた。滅びがなければ、神聖もない。魔王は自らの種族を守るため、新たに誕生する種族の可能性を奪った。それこそが、アノス、ボルディゴードが神々にすら暴虐の魔王と呼ばれたゆえんである。神々が俺の名を知っているのはそのためだ。特に自らの有する秩序を乱される可能性の高い神ほど、俺のことをよく知っているようだ。このままでは世界の秩序が乱れゆくのみだ。新たな生命は今こうしている間にも、生まれる前に滅ぼされ続けている。神は暴虐の魔王を滅ぼすための新たな秩序を生むことにした。確か2000年前もそんなことを言っていたか。その気があるのなら、俺の子孫を根絶やしにすればよかったはずだが、破壊を司る神を失った奴らには打つ手がなかった。神は秩序だ。絶大な力を持つが、その反面、自らが有する秩序を逸脱することはできない。無論、それを見越した上での転生だった。というか、先生、頭おかしいんじゃねえの？そう口にしたのは皇族派の生徒だ。ああ、いきなり神とか言われてもな。歴史書なんかだと神話の時代に、確かに神がいたっていう記述もあったみたいだけど、そりゃおとぎ話の類だしな。暴虐の魔王を賛美するために作った物語だよな。子供でも知ってる話だぜ。ふむ、なるほど。確かに今の時代では、神はそうそう出くわすこともない。ミーシャとサーシャも、時の万人と出くわした時は驚いていたしな。そう解釈するのも無理はないだろう。そもそもあの時代とて、7割方俺がいたから、神が出張ってきたようなものだ。神がいるって言うなら、まずは連れてきてもらわねえとな。ああ、無理だろうけどな。はは。皇族派の生徒は声を大にして笑った。俺を暴虐の魔王と認めざるを得なかった鬱憤を晴らそうというのだろう。猛邁な君たちに教えを授ける。ノースガリアの言葉に神の奇跡が宿る。私は天武神ノースガリア。神を生む秩序。神々の父である。瞬間、すべてを悟ったかのごとく、驚愕した表情で皇族派の生徒たちはノースガリアを見つめた。神が、本当にいたなんて。信じられねえ。どうして、それが、この学院に？わっかんねえ。暴虐の魔王がアノスだったり、先生が神だったり、一体どうなってんだよ。エールとメイド先生は2000年前の魔族じゃないのか？天武神ノースガリアってどういうことだよ。ふむ、少々哀れだな。何も知らなくては、この状況にはついていけまい。ああ、そこの魔族、そう敵意を向けてくれるな。神に逆らおうとすれば、思っただけでもただでは済まないよ。その瞬間だった。皇族派の生徒たちが一斉に自らの喉を押さえ、苦しみ始めた。息が、できな。助け、て。バタバタとその場に倒れていく生徒たちを、ノースガリアは興味もなく一別した。神の知恵を授けよう。暴虐の魔王アノス、ボルディゴード。君を滅ぼす秩序は、新たなる神の子は。高らかに、ノースガリアは言った。この学院にいる。レイが一意見を召喚し、座ったままの姿勢で絵を握る。サーシャとミーシャはその魔眼をノースガリアに向けた。彼らを制するように手をやって、俺はゆるりと立ち上がる。わざわざ伝えに来たのだとしたら、馬鹿正直なことだが、皇族派の生徒たちの盾になるよう、ノースガリアの前に立った。親切心ではあるまい。何を企んでいる？この世界に完全なる秩序を取り戻すことだよ。私の子は、そのために生まれる。変わらぬものだ。神という存在は、2000年経っても、理解せぬか。そこの連中は見逃してやれ。殺したところで、得もあるまい。言葉で秩序は動かない。彼らが死ぬのは、断りだよ。天罰という名のね。
俺はその場に手をかざす。教室中に魔法文字が描かれ、無数の魔力の粒子が立ち上っていく。影の剣が足元に現れ、空中に浮かんだ。試してみるか？リメツ剣ベヌズ・ドノアを抜く。闇色の長剣が俺の手に姿を現した。猛獰な君に知恵を授けよう。神の父たる私は、この世の秩序の父である。一時的にでも、私が滅べば、その間、世界を維持するための秩序が生まれない。私を滅ぼせば、世界が滅びる。神も永遠ではない。奴らは秩序に従い消え、そして新たに生み出される。そしてそれらを生み出している神が、天武神のスガリアというわけか。破壊神の力を御す君には確かにそれだけの力があるが、世界を愛する君は、それゆえに世界を滅ぼすことはできない。ふむ、なるほどな。俺は歩いていき、ベヌズ・ドノアをだらりと引っ提げる。その闇色の長剣を、まっすぐノースガリアに突き刺した。リメツ剣に貫かれた奴は、俺を呆然と見つめている。はは。ノースガリアが嘲笑う。浅はかな真似をする。脅しはそのぐらいでいいだろう。これ以上は、本当に世界を危機にさらすことになるよ。そうだな。手に力を入れ、リメツ剣をさらに押し込んだ。は。神の唇から血が溢れる。やめろ、暴虐の魔王。神の命令は絶対だ。俺は誰の指図も受けぬ。たとえ貴様が、神だろうとな。リメツ剣に魔力を込め、奴の根源を貫いた。なんと、浅はかな男だ。世界を、滅ぼす、気か？浅はかなのは貴様の方だ。ベヌズ・ドノアが暗く輝き、ノースガリアを滅ぼしていく。君には、できないよ、神よ。天武神であるこの私を滅ぼすことなど、いいかい？暴虐の魔王。これは、神によって定められた秩序なんだ。君に、世界を滅ぼすことなど。ベヌズ・ドノアを勢いよくノースガリアから引き抜いた。瞬間、奴の体が暗闇に飲まれる。破滅の暗闇をさまよい、消えろ。闇がパッと弾け、次の瞬間、その場から奴は消滅していた。世界を盾にすれば、見逃してもらえると思ったか。次回は、魔王学院の不適合者、第121話、神の思惑、第122話、2000年前の魔族たち、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。